皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださり、ありがとうございます。先週はどんな一週間でしたか？私はですね、先週の日曜日にトピックっていう韓国語の試験を受けてきました。韓国語の勉強を始めて3年くらいなんですけど、今まで試験を一つも受けたことがなくて、今自分はどのくらいのレベルなのかを知るために、今回初めて受けてみました。日本でのテストって、英語とか国語でもリスニングの問題は、試験の最後の方にあることが多いんですけど、トピックではリスニングが一番最初にあったり、使う筆記用具は自分で持っていかずに、試験会場で配布されたものを使ったり、違う部分が多くて面白かったです。あとは、JLPT 受けたことがある方は知っているかもしれないんですけど、日本だとテストは基本的に鉛筆かシャーペンで、間違えた時は消しゴムを使って消すんですが、今回は全部ペンでした。間違えた時は修正テープで直します。日曜日の試験では、リスニングでちょっとトラブルがあって、そこから焦ってしまって集中できず、違う時間のリーディングとか作文は楽しくできたんですけど、まだまだ修行が足りませんでしたね。もし12月に JLPT を受ける予定の方がいらっしゃったら、トラブルがあっても惑わされず、落ち着いていつも通りテストに取り組めるようにたくさん練習してくださいね。日曜日は試験の前に占いを確認していきました。今日はどんな日なのかチェックしていったんです。そしたらそこには目の前のことに集中することって書いてありました。集中できませんでしたが。私はこうやってたまに占いをチェックするんですが、皆さんは占いって信じますか？占いってカードを使ったものとか、その人の誕生日で考えるものとか、あとは手相占いっていう手のシワで考えるものとか、いろんなタイプがありますよね。中でもとても身近な占いは星座占いじゃないかなと思います。誕生日によって蟹座とか双子座とか星座が分かれていて、その星座で占うものですね。日本ではいろんなところで星座占いを見ることができます。例えば、毎日の朝のニュース番組の最後の方になると占いの時間があって、そこで〇〇座の今日の運勢はとか、今日一番いい運勢の星座は〇〇座っていうランキングとか、そんな感じでいつもやっています。あとは雑誌ですね。特に毎月発売されているファッション雑誌には、最後の方に今月の〇〇座の運勢はって感じで占いのページがあります。この占いのページ、9月の運勢はって書いてあるのを、例えば10月に見てもなぜか読んじゃうんですよね。でも終わった占いを読むのも結構面白いんです。1週間とか1ヶ月が始まる前に、これからの運勢を見るのもいいんですが、1週間や1ヶ月が始まる前には見ないで、終わった後に振り返る、みたいな感じですね。ああ、確かにこんなことがあったなーとか、今月はこういう運勢だったのか、って
後から答え合わせをするのも面白いのでおすすめです。他に日本でよくある占いといえば、血液型占いです。血液型占いは A 型、B 型、O 型、AB 型に分けられるグループで占いをするんですけど、これはさっきの星座占いみたいな運勢を占うっていうより、その血液型の人の性格とか、他の血液型の人との相性とか、そういうところで見る占いのタイプかなと思います。性格といえば今は MBTI が流行っていますが、少し前の日本では血液型占いはすっごく人気がありました。それぞれの血液型の性格とか、よく取る行動を説明した本まで発売されてたんですよ。血液型占いは、血液型と性格は全く関係ない、根拠がないって言われているし、それもよくわかってるんですけど、性格の説明が自分の性格と同じだと、おってちょっと楽しくなっちゃうんですよね。あとは同じ血液型の人を見ると、ちょっと親近感が湧くというか、嬉しくなります。不思議ですね。はい。今回は占いについてお話ししてきました。皆さんは占いを信じますか？私はいいところだけ信じます。悪いところがあったら、まあそういうこともあるよねって軽く流します。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。